日本の場合ダメな会社がダメなまま残り続けちゃうので、どんどん貧乏な国になっちゃうんですよ。昭和の時代の人たちはもっといっぱいもらってたんですよ。30何年前と比べても日本人の給料って下がってるんですよ。今日のタイトルは家宝が寝てても来るのは昭和までっていうのにしたんですけど、昔昭和の時代って人口がどんどん増えていて、で、そこまで頑張る国がなかったんですよ。要は他の国はみんなダラダラしてて、なので日本人が頑張ると、割と他の国はそんなに頑張らないので、世界中に物が売れるっていう時代があったんですよね。みんなが一生懸命テレビ作んないから、テレビ作ったら結構いい性能のテレビがトリニトロンっていうのができて、じゃあそれ世界中に出ましたとか、じゃあカメラ作ってみたら、それが割と光学系がすごい優れてて、キヤノンとニコンが世界中のカメラとして普及するようになりました。ミノルタとかみたいな。っていうので、日本が作るものが世界に売れるトヨタだったりとか、日産、ホンダだったりとかっていうのがあったんですけど、最近世界中みんな真面目になったんですよ。特に中国が。で、逆に日本が不真面目というか、努力を評価しなくなったんですよね。要は無駄な努力を評価する努力をしてることを評価するんですよね。要は意味のある努力と意味のない努力っていうのがあるんですけど、例えばうさぎ跳びって無駄な努力で、あれやっても別に脚力そんな増えないんですよ。むしろ足の筋痛めるからやめた方がいいっていうので、さすがに最近うさぎ跳びやれって言わなくなったんですけど、昔の日本はうさぎ跳びいっぱいやるやつ褒められたんですよ。要はちゃんと筋肉をつけるためにはうさぎ跳びじゃなくて、別のトレーニングした方がいいよね、スクワットやった方がいいよねっていう人と、うさぎ跳びをやって苦労してる人がいると、うさぎ跳びやってるやつが評価されるっていうのが、多分日本、今もそうなんですよ、多くの企業で。なので、すげえ才能がある、じゃあ若手で、給料500万円っていうのがいると、中堅どころで給料400万円っていう人が文句言うんですよね。要は年下で、俺より給料高いのっておかしいじゃんと。俺は今まですごい努力をして、ここで働いてきたと。でも無能だとか結果は出してないですよ。でも結果は出してなかったとしても、努力をしてきたんだから評価されるべきで、結果は出したけど努力はしてない若者っていうのは、俺より下の評価になるべきであるっていうのが、割と日本って主流の論理で、なので年功序列って当たり前のように未だに日本中で普及してるんですよね。IT 系企業とかで、20代で1000万円とかっていうのは、ごくたまにあるんですけど、大企業とかっていうのは基本そういう状態にはならなくて、なんだかんだ言っていくら優秀でもやっぱ20代だったらとりあえずせいぜい400万からスタートだよねってなっちゃうんですよね。で、中国とかアメリカって別に優秀であれば何人でもいいから金ガンガン出すと。例えばじゃあヤング孫正義みたいな人がいましたと。で、超優秀で何やらせても仕事うまくいきますと。で、長期的には10兆円企業とかを作っちゃいますみたいな、孫正義さんみたいな人が若い人がいたとして、で、アメリカとか中国の企業だと、じゃあもう年収1億円でいいからこいつ引っ張ろうぜっていうので、もう20代でも年収1億円とか出しちゃったりするんですよね。だって1億円払っても元取れるんだからいいじゃんっていうので、でも日本の場合って、トップに20代の外から連れてくるとか、まずないんですよ。要は社内の中で一生懸命頑張ってきてる人がいるので、その人たちの順番にしなきゃいけないよねとか、20代だったら1億はおかしいでしょ。まずは500万でしょ。だって俺たちのスタッフで同僚で仲良くしてる人たちが500万でやってるんだから500万をまず我慢して、そこで10年我慢した上で、それからちょっとずつ上がるべきじゃないのみたいになっちゃって、優秀な人が日本から抜けてっちゃうっていう状態になっちゃうんですよね。で、ツイッターでちょこちょこ書いたんですけど、日本の株価が下がらない状態になってるっていうのがあって、今の日本の株式市場の時価総額が690兆円。要は日本中の株を買うと690兆円で買い回してらっしゃるんですけど、で、1位が、1位が日本銀行で46兆円持ってて、で、2位が年金の独立行政法人で45兆円持ってて、2つ合わせて90兆円と。で、690兆円なので、50% を取ると、すべての企業は、日本政府のコントロール下になるわけじゃないですか。要は 50% 取ったら過半数なので、もういくらでも取りますという状態になるので、で、今現在 13% とかなんですよね。なので、あと 37% 取ると、もう要はあと3倍増えると、日本の株式市場って機能しなくなるんですよ。で、じゃあ、副作用何なのと。ただ要は日本政府と年金がずっと株を買い続けてるから、日本の株ってずっと上がり続けてるんですよ。年間に6兆円、去年だと7兆円かな
買ってるので、なので、ジャブジャブ6兆円、7兆円の株を買ってくれるわけだから、とりあえず株買っとくと、売ると高くなると。で、株がゴーンって下がると、日本銀行とか年金がバンバン買ってくれるからまた上がるっていうのがあって、なので、株を持ってる人はすごい幸せになるっていう状態になってるんで、表向き何も問題がないように見えるんですよ。要はだって株価下がったら買い察知してくれるわけだから、株価が下がるっていう問題も発生しないんですよ。なので、このシステムって無限にいけるんじゃねってなってるんですけど、そのデメリットっていうのが、潰れるべき会社が潰れないってことなんですよね。アメリカでモトローラっていう90年代までブイブイ言わせていた携帯電話会社があったんですよ。一応今でも会社としてあるのかな？携帯電話といえばモトローラっていう、基地局作ったりとか、携帯の端末を作ったりっていう会社があったんですけど、今ね、権利とかは、Google に売られて、で、残った権利は IBM に売られて、で、IBM が残りカスを中国に売ったみたいな感じで、もう形も残ってなかったりするんですよ。要は携帯電話という事業っていうのは、今後伸びるよねっていうのがあって、なのでGoogle みたいな新しい会社で金持ってるところがボーンって買ったんですよ。なのでAndroid 携帯っていうのがあるんですけど、なんで Android 携帯っていうのを Google が作れたかっていうと、モトローラっていう会社が持ってる携帯電話の特許を持ってるから、携帯電話を作ったとしても訴えられないっていう防御策ができてるんですよ。で、逆に言うと、モトローラの特許を持ってるので、Google のようなことを他の会社がやろうとすると、Google にガンガン訴えられちゃうんですよ。っていうのがあって、やる気で新しいビジネスができる会社が古い会社の知的所有権を買うことで新しい時代にうまくやるっていうのは Google やってくれたんですけど、日本の場合はそれが起きなくて、ダメな会社がダメなまま残り続けちゃうので、新しくイケイケな会社がそれを買うっていうのが成立しないんですよね。だから楽天がじゃあ携帯電話やるわって言って、例えばデンソーだったり NEC だったり富士通だったりっていう、もともと携帯電話を作ってたメーカーを買っちゃうと、そこの携帯電話に関する特許だったり、携帯電話のハードウェアのノウハウだったりっていうのが手に入る可能性があるんですよ。基地局を作る側とか。でも、それができないんですよね。時価総額下がらないから。なので楽天って自前でやろうとしたりとか、シンガポールの会社の技術提携して、シンガポールの会社の技術を買うみたいになっちゃってて、もともと日本の会社が持ってたものを楽天が買い取って、楽天がうまく今の形に持っていければ、もともと富士通とかの技術者の人も楽天の中で、自分のスキルを発揮して成果を出せて、日本全体良くなってねってなるかもしれないけど、そうならないと。デンソーはトヨタの会社だったかな？まあいいや。で、au も今度は安いプランやるんですけど、で、安いプランのシステムもシンガポールの会社だったりするんですよね。なので、そんな感じで、潰れるべき会社を、伸びてる会社が買うっていうのが、実は市場が、市場で淘汰されることによって産業が新しくなって、経済成長率が上がるっていうのがあるんですけど、なので日本は経済成長率上がらないので、で、人口も減っていて、経済成長率も下がってるので、黙ってるだけだとどんどん貧乏な国になっちゃうんですよ。で、昭和の時代はさっき言ったように人口が増えてって経済成長率も上がってるので、何もしなくても、給料上がってって幸せになるよねってなったんですけど、今って何にもしないとどんどんひもじくなってくるんですよね。非正規雇用の比率って年々上がってるので、正社員じゃない人っていうのが年々増えていて、で、去年、年収が200万円以下の人が初めて1200万人超えたんですよね。働いてる人が確か人口の半分5000万人ぐらいしかいなくて、で、そのうちの1200万人が今年収200万円以下なんですよ。で、初めてっていうのは、要は昭和の時代の人たちはもっといっぱいもらってたんですよ。で、昭和ってもう30何年前じゃないですか。要は30何年前と比べても日本人の給料って下がってるんですよ。っていうので、他の国って毎年毎年経済成長して毎年毎年給料とか増えたり資産価値増えるんですけど、日本ってずっと下がり続けてて、令和3年になっても給料下がってるっていう状態なので、寝て待ってるとマジ家宝逃げてくんで、自分から動かないとなかなかきついですよっていう話でした。